どうも皆さんこんにちは。今回はいつもとは趣向を変えて、ソフトではなくセガの面白周辺機器について紹介していくぞ。そういえば、確かにセガは、当時から斬新な周辺機器が多かったですね。時代を先取りしたものから、ちょっと斜め上を行く発想のものまで、面白い周辺機器が多かった。中には、一体誰をターゲットにしているのと突っ込みたくなるものもあったな。それは、セガをディスっていると捉えていいんですか？セガファンを敵に回すと、この業界では生きていけませんよ。すまん、決してディスっているわけではない。リスペクトを込めて紹介しているだけじゃ。なので、セガファンの方も温かい目で見守ってくれ。まあ、そういうことならいいでしょう。今回は、マーク3からメガドライブまでの一部の周辺機器を紹介しておる。他社にはない、セガの面白周辺機器に興味のある方は、ぜひ見ていってくれ。まず紹介するのは、テレコンパック。これは、コードをつなげずにゲーム画面をテレビに映せる、マーク3用のワイヤレスユニットだ。おお、この時代でコードレスって、かなりすごいですよね。今となっては当たり前じゃが、この頃は画期的だったじゃろうな。送信機と受信機を、それぞれ本体とテレビに接続し、UHF 波でゲームを映すことができたのじゃ。これがあれば、線に引っかかって、ブー、って画面がバグることもありませんね。コントローラーを引っ張りすぎて、画面がバグることもよくあったからの。しかし、当時のワイヤレスユニットは、今ほど性能は良くはなく、周囲の電波の干渉を受けやすかった。また、前を人が通っただけで画像が乱れるなど問題点は多かったのじゃ。まあ、今後に繋がる意欲的な周辺機器ではありましたね。次に紹介するのは、バイクゲームの雰囲気を高める、バイクハンドル。おお、これは見たことがありますね。ハングオンと同時に発売されたということもあり、ハングオンと一緒に買った子も多かったじゃろう？うわぁ、これでハングオンをやったら面白いでしょうね。ハングオンだけじゃなく、GP レースでも使用できるぞ。こういうおもちゃは、子供は大好きですよね。子供には良いかもしれんが、大人はちょっと恥ずかしいかもしれんの。面白い周辺機器じゃったが、欲を言えばもう少し対応ソフトがあればなお良かったな。次に紹介するのは、ラピッドファイアユニット。名前は中二病っぽくてかっこいいですが、見た目だけでは、どうやって使うかは不明ですね。これを本体とコントローラーの間につなげることで、なんと、連射機能をつけることができるのじゃ。おお、かっこいい名前ですが、要はただの連射装置だったんですね。毎秒20発というすごい連射速度で、ファミコンのジョイカードよりも上なんじゃぞ。しかも、マーク3以外にも、海外版マスターシステムでも、使用可能なのじゃ。おお、なるほど。すごいのはよくわかりましたが、こんな面倒なものを出すよりも、最初からジョイカードみたいな、連射コントローラーを出せばいいのでは？おそらく、他社と同じようなものを作るのは、セガの教示が許さなかったのじゃろう。なるほど、技術力はどこにも負けないと言ってましたからね。次は、専用ソフトを 3D で遊べるメガネ、3D グラス。高速シャッター方式で 3D 効果を発生させ、ゲームを楽しむことができる。おお、すげえ。もちろん、すべてのゲームというわけではなく、一部のゲームしか対応しておらん。対応ソフトは、ザクソン 3D とスペースハリアー 3D。対応ソフトが少ないのは、ちょっと残念じゃったな。今は 3D の映像は、割と当たり前ですが、この頃からあったのはすごいですね。さすがセガ。実は、当時から 3D の画像や映像は、よくあったのじゃ。そうだったんですか。雑誌などの付録にも、よく赤と青のフィルムがついたメガネがあったの。もちろん、今の 3D ほど飛び出しては見えないが、当時は画期的じゃった。ちなみに、任天堂も 3D ホットラリーなど 3D ゲームを出していたぞ。当時は、3D ブームだったんですね。3D グラスは、ブラウン管テレビのみ対応で、今の液晶テレビでは使用できないので注意じゃ。さて、ここからはメガドライブ関連の周辺機器を紹介していくぞ。メガドライブは、色々面白いのがありそうですね。まず紹介するのは、メガモデム。電話回線につなげることで、ネットワークサービスを受けることができた。おお、この頃からネットを利用した周辺機器があったんですね。通信対戦が可能など、当時としては画期的なシステムじゃったな。ちなみに、開発は三電子。あれ、でも、この頃はまだインターネットなどはありませんよね。なので、あくまでセガが提供しているサービスやソフトが遊べるというだけじゃな。当時は、まだまだネット環境は整っておらず、電話料金も高額。また、インターネットという概念も普及してはいなかった。実際、当時これを利用していた人が、どれくらいいたのか気になるとこじゃ。残念ながら、わしも遊んだことはない。当時としては、相当レアだったでしょうね。当時遊んでいたよ、という人は、ぜひ、感想などをコメント欄にてお願いいたします。次に紹介するのは、コントローラー一体型となった、メガジェット。セガと日本航空が共同で開発したメガドライブじゃ。おおすごい、当時こんな携帯ゲーム機が出ていたとは、知りませんでした。
残念ながら、これは携帯ゲーム機ではない。そうなんですか。こんなに携帯ゲームっぽいのに。これは携帯ゲームではなく、あくまでモニターにつなげて遊ぶゲーム機じゃ。だったら、わざわざコントローラーと一緒にする必要はないのでは？これは、もともとは日本航空の国際線機内サービス用として開発されたもので、座席に備え付けられた液晶モニターにつなげて遊ぶために作られた製品なのじゃ。なるほど、そういう事情だったんですか。見た目は携帯機っぽいが、遊ぶにはモニターが必要だし、バッテリーを積んでいるわけでもない。雑誌で紹介された時、問い合わせや要望が殺到したため、後に市販されることとなる。しかし、その見た目から、携帯ゲーム機だと勘違いしていた人も多かったようじゃな。ユーザーの希望で一般販売したにもかかわらず、ユーザーの評価はかなり低いという。かわいそうな商品じゃったな。さすがに、これに関しては、ちょっとセガもかわいそうですね。次に紹介するのは、これ、レーザーアクティブ。なんか高級感がありますね。これは、LD プレイヤーとメガ CD が一体となったものじゃ。LD？ DVD が普及する前は、LD と呼ばれる、でかい円盤を再生するものがあった。金持ちの家では、よく見かけたのを。そんなのがあったんですね。でかい割には大した容量は入らず、映画などは2枚組だったり、裏表入れ替えたりしていたものじゃ。本機は、LD や CD の再生はもちろん、別売りのコントロールパックを使用すると、メガ CD、メガ LD はもちろん、PC エンジン CD ロムも遊ぶことができたのじゃ。それはすごいですね。でも、お高いんでしょ？そこはもちろん、ファン思いのせが、ちゃんとユーザーのことも考えておるぞ。お値段はなんと、89,800円。たっけー。そして、別売りのコントロールパックが、39,000円。たっけー。どこが、ファン思いのセガなんですか？すまん、これセガじゃなくて、パイオニアの商品だったわ。誰が買うんですか？こんな高いの。まあ、当時は LD プレイヤー自体、10万円くらいしたからの。LD が欲しい人にとっては、妥当な価格だったのかもしれんな。LD プレイヤーがお金持ちの家にしかなかった理由が、よくわかります。次は、見た目はラジカセっぽいが、ちゃんとゲームも遊べる、CSD-GM1。そういえば、当時はこんな形のラジカセが多かったですね。こんな形じゃが、ちゃんとメガドライブ、メガ CD のソフトが遊べるのじゃ。ちっこい割に、意外と高性能なんですね。アイワだったらお値段も安そうですが、いくらだったんですか？そうじゃな、アイワといえば安くて人気じゃったが、このゲーム機のお値段も、45,000円。たっけー。アイワにしては、攻めた値段ですね。実際に購入した人の話によると、ラジカセのくせに、音がめっちゃ悪いらしい。うわー。メガドライブと、メガ CD、ラジカセを普通に別々で買った方が良さそうですね。まあ、ネタとしては面白い商品じゃった。次の商品は、知っている人は限りなく少ないじゃろうな。それは楽しみですね。その名も、セガアクティベーター。初めて見ました。わしも全く知らなかったのじゃが、しくじり先生で紹介されていて、その時に初めて見た。北米だけで販売されていたらしい。それでは、知っている人は少ないでしょうね。で、どうやって遊ぶんですか？これはなんと、輪の中の人の動きに反応して、ゲームを遊ぶことができるのじゃ。すげー。さすが技術力のセガじゃな。確かに技術力はすごいですが、わざわざ、これで遊ぶ意味ありますか？まあ、子供には喜ばれそうじゃな。あと、運動不足解消にも良いかも。確かに、これで今のようなフィットネス系のゲームが出ていれば、まさしく時代を先取りした、画期的なゲームでしたでしょうね。スペースも取るから、北米のような広い家でなければ需要はないじゃろうな。最後に紹介するのは、知る人ぞ知る。スーパー 32X。これは聞いたことがあります。当時は全く知りませんでしたが、最近になってから、色々見聞きするようになりました。メガドライブを32ビット化するアップグレードブースターで、これを装着することで、メガドライブでも、セガサターンやプレステと同じ32ビットゲームを遊ぶことができたのじゃ。すげー。でも、確かこれ、プレイステーションと同じ発売日なんですよね。そして、本作が発売された2週間前には、すでにセガサターンが発売されている。なので、ユーザーにも混乱を招く結果となってしまった。なんでそんな時期に、わざわざ発売したんですかね？もともとは、メガドライブ所有者の多い北米市場の要請を受けて発売したもので、後に日本でも発売したという経緯がある。なるほど、そういう事情だったんですか。これまでメガドライブを楽しんでくれたユーザーのために、少しでもお得に32ビットゲームを遊んでもらいたいという、セガの思いがあったのかもしれんな。確かに、16,800円で当時最新の32ビットゲーム機が遊べるのは、安い方ですよね。初代セガサターンは、44,800円、初代プレステも39,800円と高額じゃったからな。
しかし、いくら安くても、国内で販売された対応ソフトは、わずか18本というのは残念でしたね。スペースハリアーやブーム、バーチャレーシング、アフターバーナー、そして、当時大人気だったバーチャファイターを出すなど、ソフト自体は名作が多いが、周知の通り国内では全く普及せず、短命に終わったな。当時は、持っている友人はもちろん周囲にはおらず、お店で売っているのすら見たことありませんでした。逆に、スーパー 32X のソフトを、セガサターン初期の頃に発売していたら、家庭用ゲーム機の歴史は、変わっていたかもしれんな。まあ、今更言うてもせんなきことじゃが。こうして振り返ってみると、ファンのためと思って発売したものが、逆に、ファンに混乱を与えてしまうことが色々あったようですね。良くも悪くも、それがセガという会社じゃな。今となっては、その世間の斜め上を行く発想が、逆に愛おしくも感じるぞ。おお、セガファンの鏡ですね。何はともあれ、わしは今でもセガを愛しているので、これからもゲームをどんどん作り続けてもらいたい。そうですねー。とりあえずは、まずはセガサターンミニを早く作ってもらいたいのう。おお、私も同感。それでは、今回の動画は以上です。今後も、セガのゲーム情報をお伝えしていきますので、興味のある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。